りゃい尽くせ。おはよう、今日も楽しんでいこう。さて、今回の動画でも22歳から始めたサッカーでプロを目指している光選手にインタビューさせていただきます。今回は市役所を辞めた後の個人事業主スタート編です。光選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜ公務員を辞めて個人事業主に転身したのですか？どんなきっかけがありましたか？個人事業主になった方が自分の好きなタイミングで働ける上に、自分の効率次第で労働時間を減らしてサッカーにより時間を割けると思ったからです。いただきます。Günaydın. Bugünün en güzel günü yaparım. また日本より海外に行く方がプロサッカー選手になれる可能性が高いです。海外挑戦のためにもリモートワークで働こうと思い、個人事業主を始めました。なるほど。光選手が個人事業主になってからはいろんな仕事を始めましたよね。手を出した仕事を教えてください。まずはウェブデザイナー、ブロガー、ウェブライター、YouTuber、ポッドキャスター、NFT クリエイターなどを始めました。どれもリモートワークのパソコン1台で働ける仕事です。よっしゃ、フィンランドの巻物としくんと美味しいご飯をいただきます。個人事業主を始めても最初は全く稼げなかったんですよね。そうです。マジで稼げなかったです。時給労働ではなく完全歩合制なこともあり、個人事業主を始めたばかりの頃は常に赤字でした。いただきます。Günaydın. Bugünün en güzel günü yaparım. 赤字を掘りすぎて貯金も消え、借金生活になりましたね。その頃はどんな暮らしをしていましたか？まずサッカーや仕事に関係ない所持品を全て売りました。私服から家具までほぼ全てを売りさばき、気づいたら家の中はすっからかんになっていました。光熱費も払えないので、寝る時以外は家の中にいないようにしました。自分を傷つけるエネルギーがあるくらいなら、そんなエネルギー全部営業に注ごう。よっしゃ、今日もゴリゴリ営業するぞ。いただきます。Günaydın. Bugünün en güzel günü yaparım. リモートワークなので図書館や近くのバス停のベンチで仕事をしていました。あとはサッカー以外の時間、寝る間も惜しんで24時間働き続けました。誰とも遊ばず会わず、ひたすらパソコンに向かって仕事をしていました。それは壮絶な暮らしですね。当時髪を切るのは半年に1回だったそうですね。はい、とにかく節約を心がけていて、半年に1回だけ1000円カットに行っていました。髪はボーボーに伸びていて、当時は万番というヘアスタイルをしていました。極貧&借金地獄の当時は辛かったですか？当時の感覚では実はそこまで辛くはなかったです。その日生活するお金を稼ぐためとサッカーを上達させるため、やるべきことが山のようにあって、辛いと感じる余裕すらない状態でした。当時は感覚が麻痺していました。最悪生活保護を申請すればなんとかなんだろうと思っていました。何いいよいいよ。今思うと当時の生活は辛すぎて絶対に戻りたくはないです。個人事業主をしていた頃はどこのサッカーチームに所属していましたか？神奈川県3部リーグのブレッサ相模原というチームに所属していて、サイドバックでプレーをしていました。活動が週4回あるのですが、他の時間は仕事に追われていて自主練があまりできませんでした。サッカーをするために公務員を辞めて個人事業主になったのですが、
サッカーにかける時間は公務員の頃よりも正直減ってしまいました。いただきます。おはよう、今日も楽しんでいこう。個人事業主を始めて半年経ったくらいから仕事が徐々に軌道に乗り始めたそうですね。はい、やる仕事をウェブデザイナー、ブロガー、ウェブライターの3つに絞ってリソースを集中投下したら徐々に収入が増えていきました。いろいろな方々が仕事をくれたり助けてくれたおかげでもあります。サッカーにかけられる時間も徐々に増えていきました。個人事業主が軌道に乗って貯金もできたタイミングでヒカルさんはトルコ移住を決めます。そもそもなぜ海外移住をしようと思ったのですか？日本でプロサッカー選手になるのは自分の実力的に厳しいです。海外では日本以上にサッカーが盛んで、プロリーグも日本より大きい国がたくさんあるので、海外でプロを目指そうと思いました。あとは生活費の問題です。日本よりも生活費が安い国に行けば、リモートワークで日本円を稼ぎながら最小限の労働で生活をして、サッカーの練習にもっと時間をかけられると思ったからです。Günaydın, bugünü en güzel günü yaparım. いただきます。Günaydın, bugünü en güzel günü yaparım. 次回はトルコ移住編のインタビューです。皆さんお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。